昨日まで笑顔で話してくれていた女性が、今日は急にそっけない態度。そんな経験、ありませんか？食事に誘っても、その日は都合が悪いと断られる。でも他の男性とは楽しそうに話している。会話も以前より続かなくなって、もしかして嫌われた？そう思って諦めてしまいそうになりますよね。実はこれ、よくあることなんです。特に20代、30代の女性と接していると、親しくなってきた頃に急に距離を置かれることがあります。多くの50代、60代の男性は、ここで、やっぱり年齢差があるから恋愛対象として見てもらえないんだ、と諦めてしまいます。でも、その判断は早すぎるかもしれません。実は、若い女性が年上男性に冷たくなるのは、あなたを異性として意識し始めたサインの可能性があるんです。年上の男性を好きになってしまった戸惑い、周りの目が気になる不安、真剣な気持ちだからこその緊張、こんな複雑な感情が冷たい態度として現れているだけかもしれません。若い女性の冷たい態度には5つの隠された本音があります。この動画で年下女性特有の複雑な心理を解き明かしていきましょう。今回お話しする5つのサインを知れば、若い女性の本当の気持ちがわかるようになります。そしてどう接すればいいのか、その答えも見えてきます。習い事で一緒のあの女性、趣味のサークルで知り合った女性、行きつけのお店の女性、もしかしたらあなたに気があるのかもしれませんよ。それでは若い女性が冷たくなる本当の理由、一緒に見ていきましょう。その前に、もしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ、新しい動画を見逃すこともありませんよ。一つ目、二人きりだと口数が少ない。みんなでいるときは普通に話せるのに、二人きりになった途端、急に口数が少なくなる女性、心当たりはありませんか？職場の休憩室で偶然二人きりになったとき、エレベーターで一緒になったとき、飲み会の帰りに二人だけになったとき、さっきまでの笑顔はどこへ行ったのか、急に静かになってしまう。スマホをいじり始めたり、すぐに立ち去ろうとしたり。これ、実は好きすぎて緊張している証拠なんです。若い女性は、年上の男性を好きになると、特別な緊張を感じます。同世代の男性なら気楽に話せることも、年上の男性の前では急に言葉を選ぶようになってしまうんです。人生経験豊富なあなたの前で、幼稚なことを言って呆れられたくない、子供っぽいと思われたくない、そんなプレッシャーを感じているかもしれません。グループなら他の人に話を触れるけど、二人きりだと逃げ場がない。あなたの顔をまともに見られない。目が合いそうになると、つい視線をそらしてしまう。さらに、若い女性特有の葛藤があります。お父さん世代の人を異性として見てしまっている自分への戸惑い。周りから変な目で見られるんじゃないかという不安。こんな複雑な感情も加わって、余計に緊張してしまうんです。ここで注目してほしいのが、他の男性との違いです。興味のない男性と二人きりになっても、女性は普通に世間話ができます。天気の話、仕事の話、当たり障りのない会話をさらっとこなします。同世代の男性とも、普通に冗談を言い合えるでしょう。でも、あなたの前では違います。言葉が出てこない。何を話せばいいかわからない。沈黙が怖い。だから逃げるように去っていく。これこそが、あなたを特別に意識している証拠なんです。女性の本音を聞くと、好きな人と二人きりになると緊張で頭が真っ白になる。普段の自分が出せなくなる。まるで別人みたいにポンコツになってしまう。そんな悩みを抱えています。この緊張、実は好意の強さに比例します。ちょっといいなと思う程度なら、まだ普通に話せます。でも、本気で好きになると、途端に言葉が出なくなってしまいます。特に年上の男性が相手だと、尊敬の気持ちと恋愛感情が混ざって、どう接していいかわからなくなるんです。もし、こんな女性がいて、あなたもその人が気になる存在だとしたら、これはチャンスかもしれません。でも焦らないでください。こういう時は、あなたから軽い話題を提供することです。コーヒーでも飲むか聞いてみる。最近見ているドラマの話をする。イエス・ノーで答えられる簡単な質問から始めて、
女性が答えたら共感を示す。これだけで女性の緊張はかなりほぐれます。そして何より大切なのは、あなたがリラックスしている姿を見せることです。あなたが自然体でいれば、女性も素の自分を出せるようになります。覚えておいて損はないと思います。二人きりで静かになる女性は、あなたのことを本当に大切に思っている可能性が高いんです。二つ目、デートの誘いを断る。二つ目は、デートの誘いを断る女性の心理です。食事に誘っても予定があると断られる。映画に誘っても仕事が忙しいと言われる。いつ誘ってもタイミングが合わない。しかも代替案は一切出してこない。こんな女性がいたら、多くの男性は諦めますよね。脈なしだと判断して、次の女性を探し始めるでしょう。でももしかしたら、その判断、早すぎるかもしれませんよ。観察してみてください。断った翌日、その女性はどんな態度をとっていますか？気まずそうに避けているでしょうか？それとも、いつもと変わらず話しかけてくるでしょうか？ここに真実が隠れています。本当に興味がない男性から誘われた女性は、断った後に明確な変化を見せます。目を合わせなくなる。必要最低限の会話しかしない。物理的な距離を取る。共通の知人を間に挟んで二人きりを避ける。このように、関わりを極力避けるようなサインを送ってきます。でも、好きな男性の場合は真逆の行動をとります。断った翌日こそ、明るく話しかけてくる。仕事の相談をしてくる。グループの飲み会では近くの席に座る。断ったことを帳消しにするような行動をとるんです。なぜこんな矛盾した行動をとるんでしょう。女性には簡単に手に入る存在だと思われたくないという心理があります。誘われてすぐに OK する女性、誰とでもデートする女性、そんな風に見られるのは絶対に避けたい。特に本気で好きな相手だからこそ、自分の価値を下げたくないんです。特に若い女性の場合、年上男性から若いから簡単に落ちると思われることを一番恐れています。遊び相手として見られているんじゃないか、本気じゃないんじゃないか、そんな不安があるんです。それに、あなたの本気度を測っているという面もあります。一回断られて諦める男性なら、その程度の気持ちだったということ。何度か誘い続ける男性なら、本当に自分を大切に思ってくれている。ずるいと思うかもしれませんが、女性はそんな風に考えることがあるんです。年上男性の場合、恋愛経験も豊富だから、自分なんて相手にされないかもしれない。でも、何回も誘ってくれるなら、本当に自分を特別に思ってくれている。年齢差なんて気にしないで、真剣に向き合ってくれている。そう確信したいんです。見極めのポイントは簡単です。断られた後も関係性が変わらない。むしろ向こうから接触してきたり、SNS では反応してくれたり、これらのサインがあれば、まだチャンスはあります。そういう時は、例えば2週間ほど間隔を空けて再度誘ってみるんです。前回とは違う提案をする。時間帯を変える。もっとハードルの低い提案にする。コース料理のディナーではなくランチ。映画ではなくカフェという感じです。何度か誘ううちに、女性の心にも変化が現れます。これだけ大切に思ってくれているなら、という気持ちが芽生えてくるんです。気をつけないといけないのは、これはストーカー的な執着とは違います。断られた後も普通に接する。プレッシャーを与えない。他の話題でも盛り上がる。この余裕が大切です。必死さが見えると、女性は逆に引いてしまいます。このチャンネルでは、しつこく追いかけるのは NG だと何度かお伝えしています。それも正しいんです。毎日誘う。断られた直後にまた誘う。何度も理由を聞く。これらは女性が一番嫌がるパターンです。でも今回お話ししているのは、ちょっと違うんです。適度に間を空けて、相手の様子を見ながら、普段の関係は崩さずに誘ってみる。これができる男性って、実はすごく魅力的なんですよ。最初に断られても、それで終わりじゃないかもしれません。むしろ、そこから本当の関係が始まることもあるんです。3つ目、仕事の話ばかりする。3つ目は、急に仕事の話ばかりする女性の心理です。今まで趣味の話や休日の過ごし方など、プライベートな話題で盛り上がっていたのに、最近は仕事の話ばかり。プロジェクトがどうとか、締め切りがどうとか、なんだか距離を感じる。実はこれ、
恋愛感情を必死に隠そうとしているサインかもしれません。考えてみてください。本当に興味のない相手なら、わざわざ話題を変える必要なんてありません。適当に相槌を打って、自然にフェードアウトしていけばいいだけです。でも、好きな相手だと違います。プライベートな話をすると、つい顔が赤くなったり、声が上ずったり、自分の気持ちがバレそうになる。だから安全な仕事の話に逃げるんです。では、なぜ仕事の話を選ぶのか。それは、一番自然に会話を続けられる話題だからです。天気の話じゃ続かない。趣味の話だと個人的になりすぎる。でも仕事なら、共通の話題として違和感なく話しやすいですよね。特に若い女性の場合、年上男性にただの若い子と思われたくない気持ちが強いんです。仕事の話なら、一人前の大人として扱ってもらえる。子供扱いされない。そんな計算もあるかもしれません。そして仕事モードの自分なら、感情をコントロールできます。顔をあからめることもない。声が震えることもない。プロフェッショナルな関係を装えば、恋愛感情を隠し通せると思っているんです。年下女性は特に、年上男性に真面目な一面を見せたがります。遊んでいる若い子じゃない。しっかりした女性だと思われたい。年齢差があっても対等な関係でいたい。仕事の話は、そんな願望を満たしてくれる安全な話題なんです。あと、もう一つ、重要なサインがあります。仕事の話をしながら、チラチラとあなたの反応を見ている。真剣に聞いてくれているか、共感してくれているか、自分を理解してくれているか、それを確かめているんです。こんな女性がいたら、急に恋愛の話題に戻そうとしないでください。まずは仕事の話に真剣に付き合ってあげる。そして、さりげなく個人的な要素を混ぜていく。例えば、仕事で疲れた時はどうリフレッシュするか聞いてみる。休日も仕事のことを考えてしまうタイプか聞いてみる。仕事とプライベートの境界線を少しずつ曖昧にしていくんです。女性が安心してきたら、必ず変化が現れます。仕事の話の中に、プライベートな要素が混ざり始める。週末の予定がちらっと出てくる。趣味の話が少し入ってくる。これが、心を開き始めたサインです。焦らないことが大切です。女性が恋愛モードを隠している時は、実は一番あなたを意識している時かもしれませんよ。4つ目、目を合わせなくなる。女性があなたを好きになった瞬間を知る方法があります。それは、目が合わなくなった時です。これまで普通に話せていた女性が、ある日を境に目をそらすようになる。下を向いて話す。横を見ながら返事をする。目が合いそうになると慌てて別の方を見る。多くの男性はここで勘違いしますよね。嫌われたんじゃないかと。でも違うんです。好きだから見られない。この感情、男性には理解しにくいかもしれません。若い女性の場合、人生経験豊富な男性には自分の幼稚な恋心が一瞬で見透かされてしまうという恐怖があります。同世代ならごまかせることも、年上男性の前では通用しない。だから最初から目を合わせないという防御策を取るんです。この変化、実は突然起こるわけじゃありません。最初は、ちょっと照れくさいなという程度。でも日に日に意識が強くなって、気づいたらもう目を見て話せなくなっている。女性自身も戸惑っているんです。なんで急にこんなに緊張するんだろうって。他の男性との違いを見れば、答えは明白です。同世代の男性とは普通に目を合わせて笑っている。冗談を言い合っている。でもあなたの前では別人。あなただけ特別視している。この差が、あなたを異性として強く意識している証拠なんです。目をそらす女性には、ありがちな仕草があります。紙をいじる、スマホを触る、書類を整理し始める。全部、目を合わせないための行動かもしれません。面白いのは、女性があなたを見るタイミングです。あなたが他の人と話しているとき、仕事に集中しているとき、帰り支度をしているとき、つまり、あなたがこちらを見ていないとき、そして、振り返ると慌てて目をそらす。この瞬間の慌てた表情に、すべての答えがあります。もし周りにこんな女性がいたら、それはチャンスかもしれません。ただし、焦って詰め寄ってはいけませんよ。目を合わせることを強要したり、なんで見てくれないのかと問い詰めたり、これをやると、女性は本当に逃げてしまいます。大切なのは、女性が安心できる距離感を保つこと。そして、
目が合った時に優しく微笑んで話しかけてあげること。それだけで女性の緊張は少しずつほぐれていきます。5つ目、他の男性といる時だけ楽しそう。最後、5つ目は他の男性といる時だけ楽しそうにする女性の心理です。あなたの前では静かなのに、他の男性とは笑顔で盛り上がっている。さっきまで忙しそうにしていたのに、別の男性が話しかけたら急に元気になる。もしあなたの気になる女性がこんな感じだったら、落ち込んでしまいますよね。でもこれ、もしかしたら、あなたへのアピールかもしれません。どういうことでしょう。女性が本当に興味のない男性の前で、わざわざ他の男性と楽しそうにする必要なんてありません。あなたに見せつける意味がないからです。でも、好きな人が相手だと話は別。あなたの反応を見たくて、わざと他の男性と仲良くするんです。なぜこんな回りくどいことをするんでしょう。それは、あなたの本気度を確かめたいからかもしれません。私が他の男性と話していたら、どんな顔をするだろう。嫉妬してくれるだろうか。それとも全然気にしないだろうか。女性はそれを見て、あなたの気持ちを測ろうとしているんです。でも、ここに女性の計算違いがあります。男性の多くは、この行動を見て脈なしだと判断してしまう。せっかくのアピールが逆効果になってしまうんです。特に若い女性は、年上男性に対して特別なアピールをしたがります。若さという武器があることを見せたい。同世代からもモテることを知ってほしい。年上のあなたが選んでくれるなら、それは本当に特別なことだと確信したいんです。もう一つ、女性がよく使う手があります。他の男性の話を会話に混ぜてくること。同僚の田中さんが、学生時代の友達が、そんな話を急にしてくる。これも、あなたの反応を見ているんです。少しでも嫉妬の色が見えたら、心の中でガッツポーズをしているかもしれません。ただし、これには限度があります。あまりにも他の男性と仲良くしすぎると、本当にあなたが諦めてしまいます。女性もそれは分かっているので、頃合いを見計らって、またあなたに優しくしたりする。この緩急のつけ方で、あなたの心を揺さぶろうとしているんです。もし周りにこんな女性がいたらどうですか？正直めんどくさいって感じてしまいますか？でも、よかったら試してみてください。少し嫉妬している素振りを見せるんです。他の男性の話が出たら、ちょっと表情を曇らせたり、少し寂しそうな顔をしたり、これが一番効果的です。女性は、あなたが自分を気にかけてくれていることがわかれば、安心します。そして、他の男性を使った駆け引きも減っていくでしょう。覚えておいてください。他の男性と楽しそうにしているのは、あなたに興味がないからじゃない。あなたの気持ちを確かめたい。ただそれだけかもしれないんです。まとめ、いかがでしたか？今回は、急に冷たくなる女性の5つの心理についてお話ししました。二人きりで緊張してしまう。デートを断って本気度を試す。仕事の話で恋愛感情を隠す。目を合わせられなくなる。他の男性で嫉妬させようとする。これらはすべて、あなたのことが好きだからこその行動かもしれません。大切なのは、表面的な態度だけで判断しないことです。冷たい態度の裏には、熱い思いが隠れているかもしれません。特に年下女性は、年上男性への恋心に戸惑い、素直になれなくなることがあるんです。もちろん、すべての女性がこうだというわけではありません。本当に興味がなくて冷たくしている場合もあります。でも、今回お話しした5つのサインに複数当てはまるなら、それは脈ありの可能性があります。そして、女性のこうした行動は、永遠に続くわけではありません。あまりにも長い間、気持ちを隠し続けると、女性も疲れてしまいます。本当に諦めて、普通の態度に戻ってしまうこともあります。だから、サインに気づいたら、あなたからも少しずつアプローチしてみてください。女性が安心できるペースで、ゆっくりと距離を縮めていけばいいんです。年齢差のある恋愛は、お互いに不安や戸惑いがあるものです。でも、だからこそ相手の小さなサインを見逃さないことが大切です。50代でも60代でも、若い女性から本気で愛される可能性は十分にあります。女性の本当の気持ちを見抜いて、良い関係を築いていってください。最後に、今回の動画が少しでも参考になったら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。コメント欄で皆さんの経験も聞かせてくださいね。
そしてまだチャンネル登録していない方はぜひ登録をお願いします。次回も女性の本音や恋愛のヒントをお届けしていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。